はい、311をグラフで表すということで奥村です。私はテフの先生じゃなくて情報教育を教えるために大学に雇われているものです。今回は情報教育という立場から311をいろんなグラフで表し、あるいはできればグラフを作らせて子どもたちにあの時どういうことが起こったのか、どういう教訓があるかを考えさせるような授業にならないかということを考えております。私自身はいろいろこういったようなことで、震災のデータを集めては、テキストデータで提供する、あるいはグラフにして提供するというようなことを続けておりました。またそれ活動を通じていろんなことが分かってきたことを今までこれだけいろんなところで喋らせていただきました。特に僕が感じるものは子どもたちのあるいは大人も含めて情報リテラシーの不足ということで情報教育として大いに反省することがあるんではないかということです。情報教育というとワードやWindows の使い方を教えればいいという誤解がありますが、情報リテラシー、メディアリテラシー、データリテラシーですよね。データから何を読むかということを教えなければいけないということで、今情報処理学会でもいろいろ検討しておりまして、村井先生にもいろいろ教えていただきながら高校の情報を豊かにしていこうということを考えております。で、この過程でもう一つ分かってきたことは大人向きの情報リテラシーなんですが、国や自治体はオープンデータを出し渋って紙イメージの PDF を出すことに終始してしまったおかげで、今回いろいろ有用な結果が出たようなビッグデータの生の機械可読なデータが利用できなかったということがあります。それからこれから少しお話ししますが、ツイッターなどでいろいろデマが流れてしまった陰には専門家の情報からの情報発信が極端に少なかった、例外的にも早野先生とかそういったような少数の方からの情報しか流れなかったということが一つ問題があるんじゃないかということで結論を先に言わせていただきましたが、とても時間内に言い切れないので、検索していただければいろんなことが出てくるまずはツイッターのデータの処理なんですが、ツイッター見てみんながどういうことを考えているか分かると思ったら大間違いで、これ全部のデータを調べてましてもアカウント数が日本の人口の 2.9% しかない人しかつぶやいてないわけですよね。こういうことでどういうことが言えるか、データの偏りというんですよね。さらにこれ見てみますと、つぶやいている人はものすごく限られている。なんで平均値と中央値違うんだと、中央値と平均値の意味を分かっていない生徒たちも多いと思いますが、どうしてかというとこういうことなんですよね。ログで表すともうちょっとログが知ってる人であればもうちょっと読み取ることが多くなると思いますが、こういうふうにロボットがつぶやいたところは全く違う要素を示しています。ついでにこの上の方のロボットは何かというと、パーソンファインダーの中身だけつぶやくというすごいロボットで、とんでもない数をつぶやいて消えてしまったんですけれども、残骸が残っていまして、いろいろ個人情報が残ったままになっているという具合もあります。ということで、非常に偏ったデータしかツイッターにはないということで、全体の 4.2% の人が半分のつぶやきをしたと。さらに内訳を見てみますと、リツイートされないデータが4分の3だと。で 2.4% のデータだけがリツイート9倍に増えて、ああなっているという、こういう結果が出ます。リツイート数の分布ですが、こんなふうになってパワーローではないですね。でどういうものがリツイートされやすいかというと、案外、メンタルな情緒的なものが結構、リツイートされているということです。スクリーン名の分布、これ早野先生がもっとたくさん出てくださればよかったんですけども、いろいろタガポンユンネンモンといういろいろありまして、
これ、時間ごとのツイートなんですが、もっと、分ごとのツイートにするとということで、また検索してみていただければ幸いです。ありがとうございます。